こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はこのボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中のジャンパースカートを作っていく第2回目の動画になります。第1回目の動画でデザインや生地の紹介、あとは縫い代をつけて裁断するところまで進みました。まだ見てないよという方はぜひそちらもご覧ください。今回はちょっと魔法のようなすごい縫い方をするところがあるので、ぜひ目を離さずじっくり見てほしいなと思います。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で服作りに挑戦するのが不安だなという方は、困った時にはいつでも相談したいという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて、洋裁の基礎とかメンバーの方からの質問やリクエストにお答えしたり、あとは私が編集なしでみんなで作りたいと思うものをゼロから作っていったりするようなことを配信しています。ちゃんと服を作れるようになりたいという方にはおすすめですので、ぜひただ服の家まで遊びに来てください。それでは始めたいと思います。スタート。はい、では実際に作っていきましょう。ミシンで縫っていく前に最初に準備としてロックミシンをかけていきます。ロックミシンをかける場所は前のスカートの右と左の脇、後ろのスカートの右と左の脇、あとは前身ごろの両脇、後ろ身ごろの両脇、それと見返しですね。接着芯の貼ってある見返しのこの下の部分、前と後ろ、この部分に全部ロックミシンをかけておきます。そこまで来たら縫っていきたいと思います。まずはこのジャンパースカートの作りから見ていきたいと思います。どんな風にしてできているかっていうと、このジャンパースカートは1枚でできているのではなくって、上の身ごろと下のスカートが別々で、これをくっつけてつなぎ合わせてできているジャンパースカートなんですね。で、ミシンで作っていく工程も3つに分かれていて、まず最初にこの上の身ごろの部分を作ります。で、その後で下のスカートを作って、最後の工程で上と下のスカートを合体させて縫っていく、こんな感じで作っていくっていう風にイメージしておいていただけるといいかなと思います。ということで早速この上の部分を作っていきますね。まず上の部分っていうのは前の見返し、後ろの見返し、あとは前身ごろと後ろ身ごろがあります。で、それぞれ見返しは見返し、身ごろは身ごろで中表になるように合わせて、見返しの方も中表に合わせて、肩の部分を合わせて縫い代1センチで縫って、で肩の部分は縫い代を開いてアイロンをかけます。はい、こんな感じで肩の部分がつながったら、次は本の通りに行くとこの身ごろと見返しを合わせて縫っていくんですけど、その前に一つ隠し技があって、見返しを今の状態より一回りだけ小さくしていきたいんですね。なのでこんな感じで見返しを開いて半分に折るとこんな形になると思います。ここが首の部分ですね。ここをほんの1ミリ程度ハサミでカットしていく。あまり切りすぎないように細く切る感じで OK です。はい、それができたら身ごろと
今の見返しを中表になるようにして合わせます。で首の部分を揃えて縫い代1センチでぐるっと縫っていきます。首周りをぐるっとミシンで縫えたら、今度はこれを見返しを裏側にひっくり返していきたいんですけど、このままだとここのカーブの部分がうまくひっくり返っていかないので、ハサミで切り込みを入れます。まずは前のこの V 字のカットのところに1箇所、縫い目は切らない手前のところまでこんな感じで切り込みを入れて、あとはこのカーブの部分にハサミでチョキンチョキンと切り込みを入れていってあげてください。で肩の部分の縫い代がちょっとねゴロゴロしてる感じが気になるようだったら、そこは少しカットしてあげるとすっきりするかな。そしたら見返しが下になるように、身ごろが上になるようにしておいて、今の首周りの縫い代を縫い代の線で折ってアイロンをかけます。でこの時に折りにくかったり生地が突っ張ったりしている感じのところは切り込みが足りていない状態なので、そこの突っ張ってる部分にもう一回切り込みを入れてあげてください。はい、こんな感じで折れたら見返しをこちら側に引っ張ってあげます。そうするとこんな感じで、今こっち側が見返しでこっち側が身ごろの方なんですけど、今アイロンで折ったのでひっくり返した時に自然と身ごろの方が少し飛び出て、見返しが少し控えられているのがわかるかなと思います。この状態でまたアイロンをかけて形を整えてあげてください。はい、こんな感じで首周りができたら次に進みます。次がねちょっと面白いところなんですよ。よく見ててくださいね。で今ここ首周りのところを揃えたら、さっきこの見返しのアームホールのところは少しカットしたので、こうやって揃えた時にちょっとだけ見返しの方が小さくなっているはずなんですね。で次は今はこの半分からこっち側だけを縫っていきます。でどうするかっていうと、このアームホール、見返しのアームホールと身ごろの方のアームホールを中表にして縫いたいんです。でここで中表っていうとこうかなみたいな感じになるんですけど、それをどうやってもこの肩のところが縫っていけないので違うなということで、どうするかというと、見返しの脇のところとこの反対側の身ごろの下から手を入れてきて、反対側の身ごろの方の脇を持ってこう、もう一回ね、見返しが今上で置いてあって、見返しの脇のところを持つ。で反対の手で下からくぐってきて、この身ごろの方の脇の部分を持ってこうやって合わせます。でとりあえずここがずれないようにピンで留めますね。はい、そしたら次こっち側も今と同じです。見返しの方は片手で持って、反対側の下から手をくぐらせて、で身ごろの脇を持ってこうでここも合わせる。そうするとこのちょうど真ん中あたりがすごい生地がゴワゴワ
集まってくるんですけど、それは気にせず中に入れて、で肩の部分、この肩の部分の縫い目を合わせて、で留めます。そうするとうまくピンで留めるとこんな形になると思います。ここを縫い代1センチで縫っていきます。はい、こんな感じでミシンで縫えました。そしたらこれを表に返していくんですけど、ここのアームホールのカーブの部分に切り込みを入れてあげます。でこの片方のとこから生地を引っ張ってくる。そうするとほら、このアームホールが綺麗に中表に縫えました。そしたらここの部分を表の身ごろの方がこんな感じで少し飛び出るように、見返しが少し控えられるように整えてアイロンをかけます。でおそらくさっき見返しの方を一回り小さくカットしたので、ここで割と苦労せずに見返しの方を控えてアイロンをかけることができるんじゃないかなと思います。さっきの時に見返しの方をちっちゃくカットしないで縫っていくと、この時に見返しがこうダボダボとダボついてしまうので、どうしても見返しの方が表に見えるようになってしまうんですね。なのでちょっとした裏技はこんな感じで仕上がりに差を出してくれる大事なポイントです。はい、こんな感じで今作った方がこっち側です。今と同じように反対側もアームホールのところを縫っていってあげてください。はい、という感じで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。次回は下のスカートの方を作って、今回作った上の部分と合体させていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。